はい、どうもラスです。今回もですね、キーボードの打ち方の練習をやっていきたいと思います。で、今回のテーマはですね、記号の打ち方をテーマにですね、解説をしていきたいと思います。でですね、まずですね、お題に入る前にですね、記号の打ち方に関してですね、簡単に解説をしてみたいと思います。はい、じゃあですね、こんな感じで簡単にちょっと絵を描いてみて解説をしていきたいと思います。このキーに関してはですね、キーボードのこのハテナマークが、記載されているところ、これをね、例に解説をしていきたいと思います。こんな感じで、キーのなんか四隅にですね、各記号がこう割り振られているような感じに、見えると思うんですけれども、これね、一応ちゃんとしたルールがありますので、それをね、解説していきたいと思います。まず、左上のですね、このハテナマーク、どうしたらいいかっていうとですね、これはですね、シフトキーを押しながらこのキーを叩くと、ハテナマークが打てます。ただですね、これ実は2種類あって、半角のハテナと全角のハテナマークっていうのがありまして、それは、このですね、A 日と書いてるんですけれども、この半角全角キーを押すとですね、英数字入力と日本語入力が切り替えできるんですけれども、それによってですね、ハテナマークの半角か全角かっていうのが決まるようになっております。この英数字入力の時に、このね、シフトキーを押しながら叩くと半角のハテナ。全角のハテナマーク打ちたい時は日本語入力モードでシフトキーを押しながらこのキーをね、叩くと全角のハテナマークが打てるというような感じになりますので、皆さんね、ぜひこれ試してみていただければと思います。で、続きまして左下の方ですね、このスラッシュの記号ですね。これを打つにはどうしたらいいかっていうと、先ほどと同じようにですね、英数字入力の状態の時にですね、このキーを叩くと、このスラッシュが打てるようになりますので、こちらですね、特にシフトキー押す必要ないので簡単だと思います。で、続きまして、右上の中ポツの記号ですね。こちらは、日本語入力になっている時に、このキーを叩くと、中ポツの記号が打てるというようになりますので、覚えておいていただければと思います。で、最後ですね、右下の方にある目っていうやつなんですけど、今のところは気にしないで大丈夫かなと思います。こちらですね、カナ入力といって、カナ入力の時にここのね、キーを叩くとこの目っていうのが打てるようになるんですけれども、とりあえず覚えていただくのはこの左上と、左下、右上の打ち方のルールをまず知っておいていただければ大丈夫かなということで、こんな感じですね。基本的なルールはこれになるんですけれども、他のキーもね、若干ルールが違うところがありますので、解説をしていきたいと思います。はい、他にもですね、こういったキーのね、配置があるんですけれども、これはですね、ここの、プラスの印字されている、プラスの記号が印字されているキーを例に解説をしています。このキーの場合だと、なんか先ほどと違うんですよね。右上の方は何も印字されてないんで、こういう場合はどういう打ち方になるかというとですね、まずプラスですね。プラスに関しては、先ほどとルールは同じです。シフトキー押しながら叩いてもらえばこのプラスが打てます。ただ、半角と全角のプラスの打ち分けができて、それはですね、先ほどと同じように、英数字入力か日本語入力かによって、このね、半角と全角が打ち分けすることができます。で、今度左下ですね。先ほどですね、何も、シフトキーとか押さずに、この英数字入力の時にこちらって言ったんですけれども、右上に何もない時はですね、こちらもですね、半角と全角の、セミコロンですね、っていうのが打ち分けれるようになってます。なので、こっちのシフトキーなし版みたいな感じですね。シフトキー押さずに叩けば、大丈夫という感じです。ただ、半角と全角の打ち分けがあり、数字入力か日本語入力かによって、半角と全角の、セミコロンっていうのが、打ち分けれるようになってますので、これね、皆さん試してみていただければと思います。で、先ほどの、2つのルールに関しましては、このあたりのですね、記号群に関しては、このルールでバッチリ打てるようになっております。で、最後ですね、この数字キー、上の方にあるこの1からですね、この0の数字の、キーに関してはですね、少しまたちょっとだけルールが違いますので、それもね、追加で解説していきたいと思います。はい。でですね、キーボードのね、上の方にある、
数字キーの配列に関してはですね、こんな感じのルールになっておりますので、覚えておいていただけるといいかなと思います。基本的にはですね、この四隅に記号がね、打ってあるんですけれども、数字のキーの場合はですね、2番目のルールをね、適用していただければいいかなと思います。このですね、カッコですね、カッコを打ちたいときは、シフトキーを押しながら、打つといけます。で、こちらもですね、半角と全角の違いがありますので、英数字入力か、日本語入力かによって、半角と全角が決まるようになってますので、覚えておいていただけるといいかなと思います。で、左下の、数字ですね。こちらは、シフトキーを押さずに叩くと、9がね、打てるようになっております。こちらもですね、2つ目のルールと同じで、半角と全角のね、9の違いがありますので、これもね、英数字入力か日本語入力かで、半角全角が決まるので、覚えておいていただけるといいかなと思います。基本的にはこの数字キーは左側のルールだけ覚えておいていただければ、大丈夫で、右のね、方はかな入力の方になるので、こっちはね、一旦無視しておいていただければ、大丈夫だと思います。この数字1から、0のとこまではこのルールでいけます。てな感じですね。ここまでが一応ね、記号の打ち方の前置きになるんで、ここからですね、実際にお題をね、出して皆さんに打っていって練習していていただければと思いますので、やっていきましょう。はい。ではですね、お題の1問目出していきたいかなと思います。皆さん覚悟はよろしいでしょうか？はい。では1問目はですね、こちらになります。これ半角でやっていきましょうかね。半角の 1+2 イコール3を作ってみていっていただけますでしょうか？さっきの解説でもうね、皆さん簡単に打てるようになっていると思いますんで、大丈夫だと思います。はい。ではですね、1+2 イコール3の打ち方、考えていきましょう。まずですね、この半角文字で打ちたいので、この半角全角キーをしてですね、まず英数字入力に、切り替えておいていただければと思います。で、1を打つには、ここですね。この1と印字されているところを打つと、半角の1が、打てるようになります。左下のところですね。で、今度、プラスですね。プラスを打つときは、シフトキー押しながらですね、この左上にある記号を打つときは、このシフトキー押しながら、ここの印字されている、キーを叩くと、プラスとね、いう文字が出ます。で、次は2ですね。なんで、このまま2を叩くと大丈夫ですね。で、次、イコールですね。イコールの記号はここにあります。右上の方に、ここにイコールがあるので、これもですね、シフトキー押しながら、ここのキーを叩くと、イコール、半角のイコールが出ます。全角打ちたいときは、ここね、日本語入力に切り替えてもらって、同じようにシフトキーとここを押すと、全角のね、イコールも出ますので、覚えておいてください。最後、3ですね。3はここを叩くと、3が出るというような感じです。簡単ですよね。ということで、次は2問目やっていきましょう。はい、続きまして、2問目です。カッコ、はい、で、ちょん、当点打って、そうです。で、句点打って、カッコ閉じ。これをですね、打っていっていただけますでしょうか。記号とね、日本語入力混じって、こんな感じで打つ方もおられるかと思いますんで、いい練習になるかなと思います。ということで、これをね、考えて打ってみていっていただけますでしょうか。はい。じゃあですね、解説をしていきたいと思います。まずですね、カッコの打ち方ですね。カッコは、ここですね。ここに、カッコのね、開始するところがあるので、この右上にあるですね、この記号を打ちたいときは、日本語入力に切り替えてもらって、このままね、キーを押すと、この右上に印字されている記号が打てるようになるという風になってますので、覚えておいてください。これで、カッコがね、打てるようになります。で、そのままですね、はいって打つので、日本語入力のまま、H、A で、I ですね。で、これではいが打てるようになります。で、今度、当点ですね。当点は、こちらですね。こちらの、この記号ですね。これですね、半角だと、カンマになってしまいますので、カンマだと、こう、ちょんってなるので、全角のね、この当点を打つ必要があるので、この場合は、日本語入力のまま、この左下の印字されているキーを叩くというような感じで、
当店がね、打てるようになりますので、覚えておいてください。はい。点で、続きまして、そうですね。なので、SO で、U で、DE で、で、数なので、SU で、数が打てるというような感じですね。で、最後ですね、この丸が印字されているキーをですね、日本語入力のモードで、ここを叩くと、句点が打てるようになります。で、最後、カッコ閉じなんで、この、さっきね、カッコの開始あったんですけど、この下の方にですね、カッコ閉じがあるので、これを日本語入力のまま、このキーを叩くと、カッコ閉じが打てるようになるというような感じで、これで、はい、そうですが、完成ですね。結構ね、簡単だと思いますので、じゃあね、続きやっていきましょう。はい。では続きまして、こんな感じですね。メールアドレスとか打つ際にちょっと便利かなということで、このほげほげほげ .com っていうのを打ってみていただけますでしょうか。アットマークとこのピリオドですね、打てるかどうかを確認してみていただければと思います。メールアドレスはですね、半角文字で入力する必要がありますので、これもね、確認しておいてください。ということで、やっていっていきましょう。まずですね、ほげほげほげ .com なんですけど、まずですね、半角入力にする必要があるので、ここを押してですね、英数字入力に切り替えていていただければと思います。で、まずですね、ほげほげ、このまま打っていっていただければと思います。ほげほげと打っていっていただけますでしょうか。で、アットマークですね。アットマークはこちらにありましてですね、この左下にあるやつですね。左下の場合はシフトキー押さずにそのまま押すとですね、このアットマークが打てるようになってます。で、半角全角なんですけど、今回ね、半角でいいので、英数字入力のままこのキーを叩くとアットマークが打てるようになります。で、アットマークの後が、またほげですね。ほげと打って、で、ドットコムなんで、ここですね。ドットはこちらですね。この左下にあるので、これを押すと、ドットがね、打てるようになります。これをポチッと押してみてください。で、最後、コムなんで、COM と打つと、これでほげほげほげ .com ですね。なので、皆さんね、自分のメールアドレスとか打つ場合に、この打ち方を参考にしてみていただければと思います。じゃあですね、最後やっていきましょう。はい。ちょっとね、日本語的にちょっとややこしいんですけど、100% ジュースが2ドルという文字列をですね、打っていっていただけますでしょうか。これもね、記号のいい練習になるかなと思いますので、やってみていただけますでしょうか。はい。ではですね、解説をしていきたいと思います。これもですね、一応記号関係は、半角文字でですね、やっていきたいと思いますので、まずですね、半角全角キーをして、数字入力に切り替えて、半角のね、打ち方になるようにしてください。でですね、まず100ですね。100は、この1と、00ですね。これを押していくと、まず半角の100が出ますね。で、パーセントですね。パーセントはこちらに記号がありますので、左上の、このパーセントの記号を打ちたいときは、シフトキーを押しながら、打つと、この半角の、パーセントですね。打つことができます。で、次ですね、ジュースという、カタカナですね。カタカナなんで、まず、こちらを押して日本語入力にしていただいて、で、ジュースなんで、J とね、U を打つと、ジュという文字が出ます。でですね、この伸ばし棒ですね。このジュースの、伸ばし棒に関しては、こちらですね。このほっていう、記号がね、印字されているキーですけれども、この左下の方にですね、この棒線があるので、これをですね、日本語入力になっているときに、このキーを叩くと、全角のね、棒線が打てるようになります。半角の時は英数字入力の時に、やると、半角の、棒線も打てるようになるので、今回ですね、ジュースという文字は全角の文字でやっていきたいので、日本語入力のままこのキーをね、叩いてみていただければと思います。で、最後ですね、S なので SU と押します。で、これでジュースのひらがなできるようになってますので、最後ね、カタカナ変換したいので F7 キーを押して、これでジュースの全角カタカナですね、変換してみてください。で、次ですね、ひらがなのがなので、G と A ですね。これでが。で、次2ドルなので、一旦ね、半角にまた戻していただく必要があるので、半角全角キーを押して、英数字入力に切り替えてみてください。で、2なので、ここに押して、ドルはですね、ここに記号があります。で、
左上に印字されているので、シフトキー押しながらこのキーを叩くと、ドルマーク打てるようになります。ってな感じで、100% ジュースが2ドルという文字列で、こんな感じで打てるようになりますので、皆さんね、やってみていただけますでしょうか。はい。ということで、今回もね、お疲れ様でした。記号の打ち方ですね。他のね、動画でも記号の打ち方解説してるんですけども、今回ね、文字列の練習動画とかあまりなかったんで、いい練習に、ね、なるかなと思って、今回ね、動画シェアさせていただきました。どうでしたかね、皆さん記号の打ち方マスターできましたでしょうか。またね、わからないところとか、こうした方がいいとかね、ありましたらコメント欄、また今回の動画がですね、よかったらいいねいただけると、今後のね、励みにつながりますので、嬉しいです。ということで、今回はですね、記号の打ち方の練習動画でした。またね、機会があれば、こういった、練習問題ね、いろいろパターン考えてやっていきたいかなと思います。では、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。